皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回はシドニーにあるレストランオンコアのご紹介です。オンコアはイギリスでミシュランの3つ星を獲得した初にして唯一のイギリス人女性シェフクレア・スミスのレストランです。シドニーに新しくできた高級ホテルクラウンの26階からシドニーハーバーの景色を見渡すオンコアは世界のトップ50レストランに選ばれ、オーストラリアのミシュランと言われているグッドフードガイドアワードでシェフハットを3つ受賞しました。ホテルエントランス横にあるオンコア用の入り口から入り、エレベーターホールで受付をします。とてもラグジュアリーなエレベーターホールです。レストランの雰囲気はこんな感じ。2024年にアジアベストレストラン1位に選ばれたセザンになんとなく似た雰囲気で、白や薄ピンクが基調の明るく開放的な空間になっています。そして目の前の窓からはハーバーブリッジやオペラハウスを眺めることができるんですよ。そして最初の1杯目に夫はドンペリニョンを注文。注がれるとふわりといい香りが辺りに漂います。私はベリーのモクテルを注文して乾杯。なぜか店内はアーハのテイクオンミ、アバのダンシングクイーンなど70年代から80年代の音楽が流れていて面白いです。さて早速お料理が運ばれてきました。こうした演出から食事がスタートするのは、これからどのようなお料理が出されるのかとどんどんと期待が膨らんでいきますよね。こちらはシドニーロックフェラー。お隣はチーズとオニオンのグジェール。そしてこちらはロブスターロールタラゴン。奥のは鶏レバーのパフェとマデイラです。シドニーロックフェラーはオイスターのうまみが強くクリーム状になっていて、パン粉がサクサクで食感も良くお味も美味しい。チーズとオニオンのグジェールはコロンとして可愛らしいですね。トリュフの香りが強くチーズも濃厚で相性抜群。そしてロブスターロールタラゴンはかなりスモーキーなロブスターになっています。スモーキーな香りと相性がいいですね。タラゴンはフランス料理でよく使われるハーブのこと。鶏レバーのパフェとマデイラ。おしゃべりに夢中になり残念ながら印象に残らず。アミューズが終わり、お次はカンガルーのタルタルです。カンガルーはオーストラリアの動物といえばのあのカンガルーです。これにはちょっとびっくりですよね。私はすごい驚いてしまって、これは本当にあのカンガルーなのかと聞き返してしまいました。確かにクマとかシカとか食べるし、ジビエ的な感じで食べているのかななんて自分を少し納得させていただくことに。カンガルーのお肉は赤身で少しレアっぽい感じ。酸味の強いソースとスパイシーなクラッカーと合わせていただきます。カンガルー自体の臭みなどは全くありません。比較的筋肉質なお肉です。肉自体の味も主張があるわけではないので、ソースやクラッカーと食べるとちょうどいい感じ。お次はカニのお料理。こちらも趣向の凝らした盛り付けですね。シャルドネのビネガーにトマトのコンソメです。トマトの緑色がとても綺麗に映えますね。
ラディッシュをお花に見立てた美しい一皿です。ラディッシュで隠れていましたが、中にはたっぷりのカニの実が。トマトのコンソメの甘さとラディッシュの食感もよく、カニに混ぜられているマカダミアナッツがとてもいいアクセントになっています。夫はスープとカニの香り、食感すべてが調和されていて、とても美味しいと言っていました。お次はポテトとイクラのお料理です。こちらのポテトは8時間かけて火を入れているとのこと。ここまでのあっさりとした夏にちょうどいいお料理から一転して濃厚な一皿です。ポテトはナイフを入れると切るというより2つにすっと分かれるような柔らかさがあります。ぐじゅっと潰れるわけではない完璧な火入れ具合です。ソースはかなり濃厚で、バターも塩味も強め。その上にさらにイクラとキャビアもあるので濃いめのお味です。イクラは日本のものに比べると少し癖がありますが、濃厚なソースと合わせるとその癖が逆にいい感じ。ポテトはメイクインですごく上品です。お次はイカとキャビアのお料理。こちらも可愛らしい見た目の一皿ですよね。こちらのお料理の仕上げはキャビアを乗せて完成です。さて、ソースはバジルソースが下に引いてあり、シャンパンのエスプーマがかかっています。シャンパンソースは少し塩味がある上にキャビアの塩味も合わさってインパクトは強いです。塩もみされているのか、柔らかくなったきゅうりとイカの組み合わせがすごく高級な長野の郷土料理、塩丸イカのようです。キャビアはもはや飾りですね。お次はメイン料理です。サーフ&ターフで海と陸のお料理になっています。ソースはオーソドックスなワインベースの上にタルタルのようなホワイトソースがかかっており、美味しい。付け合わせもとても手が込んでいて、ポテトサラダはポテトをくり抜いて筒状にし、中に野菜を入れ、ハーブの香りもよくとても美味しいです。またお肉自体もとっても美味しかったですよ。香りもよく味もしっかりとしています。エビは後からエビの旨味と香りがきます。とても美味しいメイン料理でした。お次はさくらんぼのデザート。タスマニア産ジェリーとフレッシュアーモンドのデザートです。ヘタの部分はクッキーにカカオパウダーか何かでできています。夫は今まで食べたチェリーのデザートで最も美味しいと申しておりました。上品でスモーキーさを感じるかのようなチェリーの素晴らしい香りと甘み、酸味が完璧なバランスです。クランブルの食感もいいですよ。そしてこのヘタのクッキーも美味しかった。2つ目のデザートはチョコレートを使ったもの。チョコレートが羽の形になっていますし、エアリーなデザートですよね。そしてお皿のガラスの中には羽が敷かれています。見た目の美しい一皿です。ヘーゼルナッツのアイス、キャラメル、チョコレートの順に層になっています。甘みの強いデザートではありますが、サクサクの部分がエアリーな食感なのでとても美味しくいただけました。そして最後のお菓子、
こちらもかなり凝った盛り付けですよね。チョコレートタルトに、こちらはゼリーです。すごく濃い白ワインのようなゼリーでした。酸味が強く爽やかな甘さです。そしてこちらはまるでワインを煮詰めているかのような濃厚さで赤ワインのようでした。チョコレートタルトは中からチョコが溶け出すタイプ。甘さ強めで美味しいですが、デザートと方向性が同じですよね。とはいえコーヒーと合わせていただくととても美味しかったです。こんな感じで世界のトップ50レストランに選ばれたオンコアの美味しいお料理を堪能してきました。この動画を少しでも楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。